皆さんこんにちは、レモン色です。今回は私の過去への添削をしていきます。私がデジタルイラストを始めてから半年間のうちに描いたものから3枚選んで添削しました。今の私がその時の自分にアドバイスをするつもりで添削をしているので、上手になりたいイラスト初心者さん、超必見だと思います。ぜひ参考にしてみてください。それでは楽しく見ていきましょう。まずはこちら。デジタルイラストを始めて2枚目のオリジナルイラストです。線画もはっきり描かれていてアニメ塗りのイラストですね。このイラストは色のチョイス、肌の色と髪の色のバランスも汚くないし、影もちゃんと正しく塗れていると思います。どこが影になるとかちゃんと把握できていますよね。ではこのイラストを修正していこうと思います。修正する箇所はこちら。1、髪の束ごとの立体感をなくす。2、髪のハイライト。3、目の形。このイラストをパッと見ると髪の束一つ一つが太くて大きいじゃないですか。こういうのってデフォルメ感が出るんですよ。こんな風につるんとした感じ。おもちゃとかちっちゃいフィギュアとかにありますよね。それはそれでいいんですけど、この時の私は別にデフォルメを目指していたわけではなくて、もっとサラサラした髪が描けたんならそっちを描きたかったんですね。技術不足で結果的にデフォルメ感が出ちゃったんです。だからそのまとまっている束感をもう少し分解して見せたいと思います。まずは線画なんですけど、こんな感じでもともと描かれている大きな束からちっちゃな束を付け足していくんです。そうするとこんな感じで毛束が増えてデフォルメ感がなくなっていきます。はい、こんな感じです。元の紙の描き方、土台がしっかりしてたので、ちょっと書き出すだけでレベルアップできましたね。次は塗りなんですけど、デフォルメ感が強い塗りとそうじゃない塗りの違いは、塗りが大雑把かどうかで決まります。このイラスト見てもらうとわかるんですけど、影のまとまりが大きいんですよね。この描き方は全然間違ってないし、むしろ大雑把に影を捉えることって本当に大事なので、めちゃくちゃいいことです。なので私もまず同じように大雑把に影を塗っていきますね。で、それができたら毛の流れに沿って縦に少し伸ばしていく感覚で細かい影を描いていってみてください。私はこの魔王の厚塗りブラシというブラシを使って塗っていきます。これ視聴者さんにおすすめしてもらってからめちゃめちゃ使ってます。これで塗るとアニメ塗りっぽくなくなるので、ブラシ塗りとか厚塗りとか目指している人にとってはとてもおすすめです。大雑把だった影の解像度が高くなることでデフォルメ感のない、なんて言うんですかね、等身に近いというか、そんな髪に仕上がります。結構簡単に雰囲気変わりましたよね。ぜひやってみてください。そしたらこの髪にハイライトをつけていきます。これね、元のイラストを見るとハイライトが縦に入ってるんですよ。私的にはこれはちょっとあまりおすすめしないです。これは髪の大きい束の感じをより強めちゃうんですよ。鉄棒とかストローとかの筒状のものを想像してもらいたいんですけど、こういうのってこうやって直線で均等にハイライトがつくんですよ。だからこうやって髪にも縦にハイライトがかかると自然に筒状を連想させてしまうんですね。あえてキャラクターの髪の束を筒状に見せたいならいいんですけど、この時の私は別にそうじゃなかったので修正していきたいと思います。髪のハイライトはこんな感じで輪っかを描くのがおすすめです。人間の髪が光に当たるとこんな感じでハイライトがつくので、それをそのまま表現します。描き方は簡単で、輪っかを描いたら間を消していくっていうすごくシンプルな描き方です。あと他の方法としてできるのは、輪っかに沿ってさっきの紙を塗ったのと同じようなブラシで毛流れに沿ってちょんちょんと輪っかをなぞっていくんです。こう描くとハイライトが紙になじむので厚塗り感が出ます。お好きな方を使ってみてください。今回は簡単な方を置いときます。最後は目の形を修正していきますね。少し顔の向きに合うように描き直していきます。顔の面がこんな風にあって少しだけ左下を向いていることを想定します。この顔の面をもとに目の位置を四角で取ります。そしたらここからよくある
最近のトレンドの目の形を描く簡単な方法を伝授しちゃいますね。まず1番、目の長方形を縦に3等分します。そして2番、端の2つを曲げるようにしてカクカクのアーチを作ります。3番、3つに分けた真ん中の部分の底辺を下まぶたとして描きます。4番、上のアーチの一番外側の線の終わりから下まぶたの外側の線の終わりの方向に向かって線を描き下ろします。5番、そして上のカクカクアーチの下に緩やかなアーチをつなげます。6番、今描いた線を下にカーブさせて持っていきます。そうすると目の輪郭の完成です。そうしたら次は7番、黒目の部分。これはほぼ縦線2本みたいな感じで引いちゃって全然大丈夫です。この線って要は黒目の端っこじゃないですか。黒目って円形なのでカーブしているところが見えれば見えるほど黒目が小さいことになるんですね。だから黒目を大きく見せて女の子らしい印象にしたいときは緩いカーブを描いて黒目を大きくすることがおすすめです。はい、こんな感じで3箇所ほど修正してみました。簡単な修正でも並べてみると全然違いますよね。髪の束を増やす、髪のハイライトは輪っかで描く、目の形を長方形から描いてみる。ぜひやってみてください。はい、続いてはこちらのイラスト。成長してきましたね。少し厚塗りっぽくなってきていい感じに描き込まれています。これも色のチョイスすごくいいなと思います。ポーズからもすごく活発な雰囲気が読み取れて、でもただ明るいだけじゃないようなおしゃれな感じが伝わってきますね。結構やれますね、私。いい感じじゃないですか。はい、そんなこちらのイラスト、この3つを修正していきます。1、顔に当たる光。2、髪の重たさ。3、まつげ。まず顔に当たる光なんですけど、これは光の当たり方が少し不自然に見えます。顔の凹凸を理解するところからやってみましょう。顔の凹凸って簡単にするとこんな感じなんですよ。球体に三角がくっついている感じ。これに顔の右の向こう側から光を当ててみるとこうなります。鼻の部分、面がカクッと折れているようなところは光と影の境目がはっきりしていて、逆に鼻以外のなだらかなカーブの部分は光と影がグラデーションになっています。ではこれをもうちょっと具体的に顔の凹凸に当てはめてみましょう。こんな感じ。顔の凹凸が分かりやすいように顔の中心に線を入れてみました。目の部分はくぼんでいて、鼻はさっきの三角のように突き出ていますね。で、唇のところも少しデコボコしながら顎に向かって降りていきます。これを理解したら、この左の球体に合わせて右のハイライトを調整していきます。まずこのおでこ、これは丸みがありますよね。球体で言うとこの赤い部分です。なのでここの光の当たり方、グラデーション感を出していきます。では尖った鼻のところはどうなるか。これは左の球体の三角のように光と影の境界をはっきりさせちゃいます。そうすると凹凸が自然に表現できるんです。これをじゃあ添削のイラストの方に反映させてみましょう。まず顔の中心の線を描いて顔の凹凸をはっきりさせます。線からあちら側、光が当たっている方面は全部黄色にしちゃいます。ここからさっきのハイライトを反映していきます。おでこのところグラデーションがかかるようにして、逆に鼻は境界がはっきりわかるままにします。鼻から下はその中間くらいで少しだけぼかすようにするのがおすすめです。続いてはこの髪の毛、丁寧に塗ってるのはすごく伝わるんですけど、ちょっと重い印象を受けました。私は軽く見せるのが好きなのと、アニメ調のイラストって軽く表現することが多いので、今回は軽く見せていきたいと思います。軽く見せるときに意識すること、それは寄り道です。はってなりますか？ちょっと一回聞いてください。
何が言いたいかというと、紙が頭皮から毛先に向かうとき、最終到達点に向かうまでに寄り道をたくさんさせようねってことなんです。例えばこの結んでいる毛束、これは本来この結び目から肩を通って右側に流れていく構図になっています。これを表現するとき、このまま直線的に肩に持っていくのではなくて、下にグワンと一回下がって寄り道をするんですよ。で、さらにここ見てほしいんですけど、このグワンと下がって寄り道した毛束からさらにこの小さい毛束を下に寄り道させたりしてみるんですよ。結んでなくて下に向かう毛にも同じことが言えます。これってただ下に向けて直線で描くこともできますよね。でもあえて左右にうねって寄り道させながら下に下ろすことで軽さを出すことができるんです。すごいでしょ？寄り道効果絶大なんですよ。はい、ということでね、ぜひやってみてください。あとはこの生え際、これが見えるときは境界を曖昧にすることをおすすめします。さっきも使った魔王厚塗りブラシみたいな色が伸びたり筆圧をかけられるブラシで髪の上から部分的に肌色でシュシュって隙間を描いていくんです。そうすると生え際にも軽さが出ていい感じになります。そしたら最後はまつげです。お絵描き始めはこんな感じで一筆書きでシュッて描いたものを均等に描きがちなんですよ。でもこれだとあまり垢抜けないのでワンランク上げていきましょう。まつげは三角形を意識して描きます。根元を太めにして毛先に向かって細くなるように描くんですよ。そうすると強弱がついて見栄えが良くなります。あとは量も 2,3 本くらいに抑えておくと、これまた引き締まった印象が出ます。で、これね、この緑色のまつげ、これまつげ二重になってるんですけど、これはこれで個性的なデザインとしていいと思います。その場合はこんな感じで上のまつげと同じように少し下がった位置に緑のまつげを描いていけばいいです。でも当時私本当はまつげを二重にしたかったわけではなくて、これがしたかったんですよ。こんな感じでまつげに環境の光を取り入れたかったんですけど、それがよくわからなくて結果的に二重まつげになっちゃったんですね。だから今はその環境光を描くという方向で修正していきます。やることはベースのまつげの形の内側に他の色を置くだけです。コツはあくまでもまつげの色、ここでは茶色がベースなので、それをちゃんと残しておくことです。緑の環境光を入れたい場合は緑寄りの茶色で塗ったり、不透明度を下げた緑で塗ります。そうするとこんな感じで自然に色を取り入れることができて、イラストに深みが出ます。はい、こんな感じで直してみました。かなり良くなったんじゃないでしょうか。顔に当たる光の描き方、髪を寄り道させて軽く見せる、またまつげは三角を意識して描く。ぜひやってみてください。はい、最後になります。こちらのイラスト、これも成長しましたね。色や雰囲気作りがいい感じです。全体的に暗い空間に一筋の光が差している表現が目を引けますし、光と影の割合とかもちょうどいいなって思いますね。このイラストはこの2つを修正していきます。1、髪の塗り方。2、目の主張。髪の塗り方はこれだと影にムラがあります。なのでそこを修正していきますね。髪の輪郭を描いて髪のシルエットをまず明確にしていきます。そしたら光が当たるところを描きます。これは頭の球体を意識して描きたいので、直線ではなく少し盛り上げて描くと自然になります。そしたら影を描いていきます。ポイントは光源から遠い部分に向かって影が濃くなることです。定山のレイヤー効果を使ってもいいし、自分で色をとってもいいと思います。
その後におすすめなのが、その濃い影の上から少し明るい色をあえてのせることです。この球体で言うと、球体に映るこの白い台の反射光ですね。実際のイラストで考えると、壁や空間全体の色であるくすんだ水色ですね。これは通常のレイヤーでもいいし、ハードライトレイヤーとかオーバーレイレイヤーでもいいですよ。私は柔らかブラシのようなふわっとしたもので描きました。そうしたら、これまで描いてきたベースの髪色、そしてハイライト、あとは影、環境光、それぞれをなじませる作業をします。コツはちゃんと光源に近い前髪の部分にも後ろの影に近いくらいの濃い色を描くことです。このイラスト、一番最初は前髪の部分の陰影がほとんどなかったじゃないですか。だからこんな風にもっと暗い色を入れていくと全体に統一感が出ます。かなり最初よりも陰影のバランスが良くなったんじゃないでしょうかね。そしたら最後は目の主張です。このイラストの目って完全に髪の毛に隠れてるじゃないですか。表現としてミステリアス感が出るのでとてもいいなとも思うんですけど、イラストを引きで見た時にもう少し目の主張があった方がいいかなと思ったので、少し修正します。やり方は簡単で、まずレイヤーを新しくして髪の上から目を描きます。髪を無視してもう目をドンと描いちゃってください。そしたらその上からまた新しいレイヤーを作って目に重なる部分の髪だけを描いていきます。描けたらあとはそのレイヤーの不透明度を下げるだけです。髪が目にかぶさったところだけ少し透けているように見せることができるので、ミステリアスな表現をしたいけど目は完全に隠さない表現をしたいっていう時におすすめのやり方です。本当はもう一つアドバイスをしようと思ってたんですよ。イラストのところどころに情報量を増やすブラシを使っていたので、もっと情報量を増やすアドバイスできるかなって考えてたんですよ。この一枚絵の人物を拡大させたりしたらもっと情報量のある一枚絵になるかなとも思ったりしたんですけど、やってみたら思ってたよりならなかったのと、なんか元の方が人物と余白のバランスがいいなと思ったので修正するのをやめました。まあこういう時もありますよね。はい、並べるとこんな感じです。髪の陰影が変わるだけでこんなにも人物に目が行きやすくなるんですよね。髪の塗り方、そして目を完全に隠さない、おすすめなのでぜひ真似してみてください。はい、ここまで私の過去絵を3つ私なりに添削してみました。いかがだったでしょうか。あくまでも私の感覚、センス、感性をもとに添削していったので、この動画でお伝えしたものが必ずしも正解というわけではないです。でもこの動画がこれを見てくださったあなたの上達のヒントになっていたらとっても嬉しいです。私はこれから視聴者さんのイラストの添削もしていきたいなと思っているので楽しみにしていてください。新しい発見があったよって人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。